こんにちは、トバログです。今日もカバンの中身取材をやっていこうと思います。イエーイそのテンション高っあ、こういうテンションじゃないか。まあ今回はじゃあカバンの中身取材ということで久々にね女性のカバンの中身を見せてもらおうと思います。はい、ピロリさんです。はい、ピロリです。はい、お願いします。ピロリさんは僕ら同い年ですからね。そうね。そう、同い年で都内の IT 企業で働いてる OL をやってるという感じで、はい、IT 企業で働きながら一応 YouTube もそう YouTube をね最近始めてはい、簡単に自己紹介してもらっていいですか？はい、ピロリです。都内の IT 企業で働きながら、ちょっと土日に、YouTube を趣味でやってます。はい。で、トバログくんとはですね、ブログのつながりで2年前ぐらいからかな。そのぐらい2、3年前ぐらい。仲良くさせてもらっていて、共通の友達がいるから飲みに行ったりとか、あとは朝フォトウォークとかやったよね。朝フォトウォークやったね。早朝に5時ぐらいに起きて6時集合で明治神宮前を写真で撮り歩いてその後エクストリーム出社するっていうのをやったよね。っていうのをやったりしてて、ちょっとずっと出たいなと思ってたので今回出れてすごい嬉しいです。ありがとうございます。ピロリは僕ブログの方でもカバンの中身の取材とかをいろいろやってたんですけど、その時に送ってくれたんだよね、記事としてカバンの中身を送ってもらって、それがめちゃくちゃ好評だったので今回動画でもぜひということでオファーさせていただきました。結構仕事とかで、僕も前職 IT 系の、マーケティングをやってたので、結構ね近い職業ではあるんですけど、一緒に仕事する人たちが、どういうカバンの中身なのかっていうのであんま見たことなかったんで、今回はねどういう持ち物を持ってるのかっていうのを、見せてもらおうと思います。じゃあ早速カバンを見せてください。はい。ちなみにそのカバンってどういうシーンで使うカバンですか？これは、普段仕事に行く時、平日に会社に持っていく時のカバンです。なるほど。じゃあ仕事用は、平日仕事行く時にパソコンとかそういうのを持って、その中に入れて持ち歩くと。はい、そうです。ありがとうございます。ちなみにカバンって何ていうメーカーのものですか？カバンはエアっていう、サンフランシスコのデザイナーさんがなんかデザインしてるもので、なんかアルパインパックっていうなんかモデルです。なんか結構この黒でもう何にも装飾がないバックパックを探していて、でなんかすごくこう何もないミニマルな感じと、あとはすごいポケットが多いんですよ。なんか何個もついててこんな感じでめっちゃ収納がある。この下とかにもあるんですけど、あとこことかいいですね。で後ろとかもかなり収納がある感じなので、この収納の多さに惹かれて2年前ぐらいに買いました。いいっすね。ポケット多いから意外と使いやすそうな。すぐ欲しいものがどこに入ってるかっていうのが分かって、取り出しやすい。いいっすね。ちなみにいくらぐらいでしたか？22,000円でした。なんか新卒2年目の時に買って、なんか2年目だし22,000円ってちょうどいいじゃんと思って。なかなかの価格の。でもすごく気に入って、多分ねめちゃくちゃ探した上でこれにしたので、もうすごいお気に入りでずっと今も使ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ早速その中に入っているものを見せてください。はい、やです。大きい。かっこいい。カバンの中身はこんな感じと1個ずつ紹介してもらいたいんですけど、じゃあやっぱ PC からかな。そうですね。これは MacBook の13インチ、MacBook Pro の13インチ、でこれ普通に仕事で使っているやつです。これもなんかあれですか、スキンシールみたいなの貼って。ラプラスっていうAmazon で買えるんですけど、なんかちょっとレザー調のスキンシールを貼っていて、なるほどね、しぼ革みたいな。画像では見づらいかもしれないけど、表面がねしぼ革みたいな。
多分3000円以内とかで買えると思うんですけど、んなんかまあ普通に黒のものが好きなので、まあ普通にしてたら銀だと思うんだけど、MacBook を使う理由とかその13インチにした理由みたいなってありますか？ないですいやマジでなんかなくて申し訳ないんですけど普通にこれ会社支給のパソコンで最新のやつなんですよ多分、その時ね、だからなんか与えられたものを使ってるっていう、それだけです。その会社支給でもそれはつけていいんだ、それは。そうダメかもでもね、ちゃんと剥がせる、ちゃんと綺麗に剥がしてやるんで大丈夫。ちなみにどういう業務が多いですか、その PC で。そうですね、やっぱスプレッドシートで月の予算の管理だとか、あとはまあ結構プロジェクトマネジメントみたいなところがあるので、なんかそのガントチャートとかのツールを使いながら、まあチームでのなんか仕事の管理とかっていうのが多いですね。なるほど、大変ですね。大変です。じゃあちなみにケースもすごいおしゃれありがとうございます。なんですけど、そう国立の国立商店のモノグラフのね、いいっすね。堀口さんと一緒のやつで、ブライドルレザーの緑かな、のやつを使ってます。いいっすね。やっぱ光沢感もあるし、高級感もあるし、おしゃれ。そうなの、結構もうスポッて入る感じがお気に入りで、で多分もう3年ぐらい使ってると思うんですよ。もうきちんとしてるから全然破れないし、物持ちも良くて。じゃあ次はそのノートとペン。やばい、これなんだっけ、ニーモシネ。これいつも読み方わかんないのでムネモスタイルとかなんか呼んでるんですけど、なんだっけ、ニーモシネか、ニーモシネのノートと、あとはこれはなんだっけ、ゼブラのフィラーレ。パソコンだけじゃなくて紙でノートも割と使う感じ。そうなんかパソコンだけだと考えがまとまらないこととかもあるんで、その時にまあなんかパソコンの横とかにこういうメモ帳、メモ帳とかノートに自分の思考とかをまとめて、これにこうやって書いて、まとまったらパソコンでなんか打つとか、そういう感じで思考をまとめるために使ってます。いいっすね。次がこの計算機で無印で買ったなんでもないやつなんですけど、割と計算することとかも多いので、なんかそのパソコンの横に置きながらこうやって打ちやすいようにキーが大きくて打ちやすいものっていうのがちょうど無印にあったので、これを買いました。スマホとかでも打てるじゃないですか。なんでその物理的な電卓を使ってるんですか？なんでだろう、もう打った方が早いからかな。スマホだとなんか打った感じがないっていうのもあるし、私が2年目の時に自分の先輩、仕事ができる先輩が、すごい大きい計算機を使ってこうやってやってたから私もそれやりたいなと思ってこうやってやりたかった。でそれは今後輩に見せつけてる。そうエンターキーターンみたいな感じ。次はエレコムのガジェットポーチ。一応色はブラック、ちょっと薄いんですけど、結構いっぱい入るし、なんかちゃんとネットがついてるっていうので選びました。こんな感じです。こんな感じかな。いいですね。なんか結構容量も。これ普通に MacBook 充電器ですね。でこれこうやってドリップの革紐みたいなやつ。革紐じゃないよクリップバンドみたいなやつで留めてます。でこれがアンカーのスマホ用の充電器。でここが充電器類ですね。でここが東レのマイクロファイバーのクリーナーでスマホとか PC の画面を拭くように入れてます。USB ハブです。でそういうのをひとまとめにして仕事の時に持ち歩く。あとね、ここにちっちゃいポケットがついてて、なんかあんまり使い切れてないんですけど、割とスマホとかで動画編集するから、有線のイヤホンとかを両方入れてて、これ PC 用でこっちがスマホ用。たまにしか取り出さないんですけど一応入れてる。次はガジェットじゃないけど、生活必需品をまとめた系のポーチです。これ無印で売ってるやつですね。こっち側からじゃあ説明すると、ちょっと可愛いんだけど、ポムポムプリンのティッシュ入れで、これは全然私のブラックの感じに合ってないと思うんですけど、妹が留学する前にお守り代わりに作ってくれて、そこからもうなんかこれすごく嬉しかったんでずっと使ってるハンドサニタイザージェルっていうのかな、最近やっぱ
外食とかする時ももしこうおしぼりとかなかったらっていう時のために一応こういうジェルを入れてます。これが結構よく使うんですけど、結構な頻度で使うシミ取りレスキューっていうやつで布と一緒に使うんですけど、よく私食べ物を食べてる時にこぼしちゃったりするんですよね。でその時に白い服とか着てるとすごいシミが目立つので、すぐ取りたいなっていう感じで、結構なんかこんな感じ、この布をこうしてってやると、その時こうシミがこう緩和されるんですよね。ちょ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 っていう感じで、これは結構自分の中で必需品なので必ず入れてます。ここのポケットにパナソニックの電動歯ブラシと普通に歯磨き粉を入れてます。よく使う薬と、体温計を入れてて、その出先とかでもすぐ薬が飲めるようにしてます。これが生理用品、ナプキンを入れるなんかポーチというか、なんかハンカチっぽくなってる、こういう感じで、なんか見た目黒くて一見なんか薄いんですよ。かなりエコバッグとかハンカチと1個間違えられるぐらいのサイズなんですけど、ここにこう打って、ここの中に私の生理用品を入れてるっていう。で目立たないし、あと結構女性ってこうカバンから生理用品取り出す時ってその周りの目とかが気になると思うんですよ。これってハンカチ取り出してる感覚でこうやっていけるので、これを使ってます。これは、よく使う系の、これがイソップのハンドクリーム。匂いが好きなのと、あとあんまり手にベタつかないので、パソコンとかにもあんまりこうベタベタつかないので、これずっと気に入って使ってます。あとはこれリップです。リップとかあんまこだわりないんですよね。だからもう飛ばしてください。でこれは目薬。パソコンやってるとね疲れちゃうから、このサンテ FX ネオっていう割と刺激的なやつからもうね抜けられない。爽快感がたまらないからこれずっと使ってる。目のフリスクみたいなもんですよ。そうもうね、多分あんまやらない方がいいと思うんだよね。たまんないからこれをやって。1日ちなみにどんぐらいパソコン触ってます？でも8時間は絶対もう勤務してるから、その間はほぼ触ってると思うし、であとはその普通に朝起きて YouTube のアナリティクスとか見たりするからなんだろう、多分9時間ぐらいは平均して触ってるんじゃないかな。これは一番よく使う小物たちなんで、結構ポケットに入れてることも多いんですけど、AirPods とお財布です。手のひらサイズなんですよ。それはなんでその財布にしたんですか？めっちゃ理由があって、これとスマホだけで出かけたいなと思って、家を出るときに、で、だから全てカードとかお札とか小銭と、あと家の鍵も入るお財布を探してたんですよ。でかつ結構ちっちゃい財布っていうのを探してて、でこれが全部叶うからこれにして、こんな感じ。カードがあって多分5枚ぐらいまで入れられて、その後、ここに穴が開いてるんですよ。でこれに100均のこのリングを買ってきて、鍵をこうつけてるので、これがもうこれ自体がキーケースになってる。あんま小銭好きじゃないんですけど、ラーメン屋さんに行ってよく小銭使うことがあるんで、ここら辺に入れたりとか。タイルお財布買ったらついてきたんですよ。ちっちゃいからなくさないように。革だよね。黒かっこいい。じゃあ最後がAirPods。はい。これはもうないどっかやったなこれ。ちょっとないな。マジどこやったっけいつも持ってないことがバレた。どこやったっけな。パジャマかな。パジャマだ。じゃあ最後はAirPodsです。もう結構長く使ってて、多分3年4年前ぐらい出てるかな。やっぱ Apple 製品使ってるんで iPhone とか Mac とか、接続の切り替え、Bluetooth の接続の切り替えがもうダントツにいいので、他の Bluetooth イヤホンも試したんですけど、結局 AirPods に落ち着いてます。ただもう結構長く使ってるから、今最近ちょっと接続が悪くなってきてて、もうちょっと買い替え時かなと思っているので、プロにしようかな、AirPods Pro にしようかなと思ってる。だけど結構カナル型のイヤホンが私あんまり苦手なんですよね。耳の中に結構入ってくるから、そこがちょっと心配なので買い替えようかな。これは iPhone11 です。iPhone11 のパープルなんですよ。そう、いろいろ黒いガジェットを持ってる中でもうこれなんでパープルなのかっていう感じなんですけど、私今までずっと iPhone 白、ホワイトかブラックしか使ってこなかったんですね。ある日渋谷で iPhone 新しいの買いたいなと思って、閉店間際に Apple の渋谷店に行ったんですよ。白くださいって言ったら一番上のなんかギガしかなくて、私128ぐらいがちょうど
欲しかったので、いや128のホワイトとかブラックないですかって言ったら、もうカラフルなやつシリーズしかなくてもうなんかってこう迷ってたら、そのアップルの店員さんが「いやもうパープル買っちゃいましょうよ」って言って座られたから「いいっすね」ってもう普通にそこでクレカ切っちゃって買って帰ったんですけど、もうその帰りの電車の中でちょっとなんかもうすでに後悔してて、かなりなんかこれだけ浮いてるんですよね。だからもう早く買い替えたい。でも中身とかその性能は気に入ってます。色だけねちなみに YouTube もそれ撮ってんだよね。そうこれこうやりながらこうやって挟んで撮ってるので、まあこれ1個あればいいので、まあ、基本的には、まあ、これはずっと手放せないですね。 Apple Watch です。最新モデルじゃなくて2くらいなんですよ。で買い替えてなくて、なんかあんまり買い替えない理由としては3とか4とか今出てると思うんですけど、あんまりこう新しい機能に魅力をそんなに必要性を感じないのと、私が使ってるのが本当完全に時間見るのと通知見るのと、スイカぐらいなんですよ。そんなにこうアップデートする必要性っていうのがあんまりないし、そんなに特に壊れてもなくて結構物持ちよく使ってるんで、これを使ってます。ピロリさんありがとうございました。はい、ありがとうございますはい、じゃあカバンの中身のついでなんですけど、ピロリさん今自宅でリモートワークをしてるっていうことで作業環境を見せてもらおうかなと思います、この部屋って間取りどんな感じなんだっけ？この部屋は 1LDK ですね。今彼氏と2人暮らし同棲しててスマブラやったよね。彼氏さんソニックが強くて僕ドンキ使ったんですけど負けましたはい、なんかうわーとか大声出しながらやってたから見てて簡単にその普段の仕事の感じを見せてください。 PC だけで一応作業してて、さっき紹介した MacBook Pro の13インチのやつを、ボヤタっていうこの PC スタンドにこうやって乗せて使ってます。本当はねモニターとか買おうかなと思ってるんですけど、あまりにもいろいろこうあると目線をこう動かさなきゃいけないから、一旦今これで手元はマジックキーボード2かな、とあとはトラックパッド、でもうなんかここで操作できるように、こんな感じでやってます。横にノートを置いてみたいな。ノートを置いてここでペン書きながら、でまあたまにこうスマホでロミカルの角度調整がここでできるんですよ。こうやってスマホをこうやって置きながらっていうのが大体そのスタイル。机もなんかちょっとアンティーク調というか。そうこれはですね買ってないんですよ。レンタルしてて、エアルームっていう家具のレンタルサービス、で今多分3ヶ月目ぐらいなんですけど、1月1300円ぐらいで安いので、私ってもともとリモートワークじゃなくて今回のコロナでリモートワークになったんで、ずっと続くかわからないので、結構机って大きくて処分も大変なので、あんまりこう長く続くかわからないっていうことで一旦このレンタルで机を借りてます。椅子もレンタルじゃん。先輩に買ってもらいました。はい、私が婚約祝いとして職場の先輩がなんか買ってあげるよって言ってくれたんで、伊藤家のサリダチェアっていうやつなんですけど、めちゃくちゃ座りやすい。いいっすね。そうレンタルしてたんですけど、こういうオフィスチェアじゃなくてなんか普通の椅子だったんで、なんか結構腰痛くなっちゃって、でこれだと高さ調節もできるし、と一応こう肘もこうやって調節できるので、なんかこうやって置いてできるように。いいっすね。かっこいいっしょ。こんなもんですかね。じゃあね。というわけでピロリのカバンの中身を見せてもらいました。イエーイ。意外とね、なんかこう持ち物が割と黒めでゴツゴツしてガジェットが多いそうトマログと多分逆だね。トマログはなんか白くてなんかミニマルって感じですけど、私はなんか黒くてなんかこうそうですね、重厚感あるけど洗練されてて綺麗な持ち物っすねっていう感じで、あと計算機がやっぱ物理で入ってるのが面白いなっていうIT 系でも物理計算機なんだなっていうのはね、ちょっと面白かったな。そうですね、スマホとかでもできるけど、実際にこう叩く方が早いし、なんかやっぱこれ持ってる方が計算的に早いかなと。なるほど、ありがとうございます。というわけで今回のカバンの中身は終わりにしたいと思います。トマログではこの動画の他にも他の人のねカバンの中身とかをいろいろ紹介してたりするんで、もしよかったらチェックしてみてください。それでピロリもね最近 YouTube 始めてね、そう人気そう
最近 YouTube 始めて、2ヶ月前くらいに始めたばっかりなんですけど、なんかたまたまデスク環境、リモートワークのデスク環境っていう動画がすごいバズって7万回ぐらい今再生されてるんで、じゃあそちらも合わせて OL のデスク環境をね見て、はいいただければと思います。というわけで今回動画は終わりにします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。とわろぐでした。とわろぐでした。バイバイ。